川から水が出たけんカメラ持っていこうかなと思ったんだけど、持っていかなかったら失敗でした。今日持っていくべきだった。本当に今日持っていくべき。そう、なんかあった？すぐそこ。すぐそこ。おお、すごい動画。動画祭りじゃない。じゃねんかなとは思ったんです。でもまさかここまでおると思いませんでした。で、こちら。なんでしょう。これです。おお、ひらめちゃんが。大ヒラメ3つ。3つも。鈴木が消えとる。なんで鈴木の負けつき。お前だ。夏最高の鈴木の負けつき。トラマイです。うん。ヒラメに鈴木に動画。おお。すごい。なんとこのヒラメが8時までだったんで。こっから先もっと取れるんか思って諦めました。はい。石金まで。おお、石がこんなおんなんて珍しい。モンゴウイカまでおったりしてます。びっくり。ということで今日カメラ持って行ってみましょう。はい。多分おらんけどね、もう。はい。今日も一発目いたんですよね。今日も一発目からめっちゃいい。おお、すごい。まだもうちょっとあれですね。昨日のヒラメもそうでしたけど、今7月上旬ですが、もうちょっと産卵を終えた後だんだん太っていくんですけど、もうちょっと太りが足りませんね。冬瓜もおるし、チヌは超えたやつだけ拾いますけど、昨日あと石狩もぶわっといったんですけど、今日は少ないですね。あとはこれですね、秋にいた芝エビ。あんなちっちゃいやつがこんな大きくなってますね。どうせ数揃わないんでおかずです。これもおかずに取りましょう。ギギ唐揚げ分だけ拾って帰りたいと思います。ギギは本当はね、炊いて食べるのが一番好きなんですけど、苦さがもうたまらない。美味しいですよね。若い頃はね、子供の頃は苦さが苦手ですダメでしたけど、大人になったら苦さが癖になっちゃってもでは持っていきたいと思います。では2番目頑張りましょう。どうか。では U ターン、今度は寄島の方向けて降りたいと思います。今日もいるじゃないですか、ビールのお供。絶対あなたが飲むビールを裏切りません。唐揚げシンナモンをリリースしましょう。作戦だったんですけど、沖にまだゲタ刺しがいっぱい横に網をしてるんですよね。あのゲタ刺しがみんな帰ったら沖へ出したいと思います。沖で動画撮ります。
辛いと思ったんですよね。昔の人が川から水が出たらこのオウムのね親が脱皮する言うてましたけど、本当川から水が出たらオウムを早くですね。うわ、背中にやられてる。もったいない。ただ背中の方が高いというすごさ。普通にカニが入りましたね。もう一枚おった。西カニもすごい。どうかな、ギリギリ。これはもうない。さっきのヒラメもそうですけど、今年は全般に遅れ気味ですね。7月っていうのはヒラメもうだいぶ太ってるんですけどね。今日7月の6か7、8なんかそのあたりですけど、日にちがわからん。まだセミも鳴きません。毎年山のセミとか、あとフナムシの数とか気にしてるんですけど、これ良さそう。フナムシも全然少ないし、堤防のセミ全然鳴かんし、どこもかしこも遅れてるんでしょうね。山も遅れてます。おお、それに来ました。夏なんでヒラメと春ぐらいいいですね。元気ないな。昨日もいたんですけど、昨日はヒラメとセットでした。今日は単品で、いやボラとセットか。一番いい時です。桁差しが巻き始めたので、そろそろ沖へ出します。またボラちゃんがもうだいたい船の前にぴょんぴょん飛んでますからね。おお、動画がいますね。うわ、動画おるな。今日も動画は今日も人気状態ですね。じゃないですか。動画これだけ見えたらない。あとガラも見えてますね。エビだらけ。今日ガラもちょっと頼まれてるんですよね。生かしてくれと生きるでしょうか、果たして。チンコビのガラガサにこう揉まれるんで生きないんですよね。ちょっと餌エビで頼まれてるんで、ちょっと無理やり生かしてみますけど、生きそうなやつだけ生かしてみましょう。多分もう無理だと思うんですけど。20分でこれだけいればまあいいでしょう。いい加減にはたまりそうですね。これをオスです。小さいの基本オス。尖ってるでしょ。これがメスです。全てに言えることですけど、オスは長くてメスは丸い感じですね。もうちょいおかえりてみましょうか。あ、おお、もう多いかなんとおかえれたんです。動画もそこそこ。よいしょ。7月でもモンゴウイカって言ったんですけど、やっぱり全体的にちょっと遅れてますね。
やばそうですね。これは取れそうにない。これもピンクのやつがいるんですけどね、これもあんまり見ません。そのピンクのやつはかなり綺麗です。先日これ食べたら時期的にこっちの方がどう見ても太ってるでしょう。死ぬより美味しかったですね。時期なんでしょうね。お、めっちゃハリウか。これはもう勝つかな。今回は20ぐらいいるでしょう。ただちょっとガラエビがいないので頼まれてる分取れるかどうか不安です。名前忘れました。おお、嬉しい。あれ、これは嬉しい。こんなもう跳ねちゃっても時期がいいので大歓迎ですね。塩のとろみはだけ入るけどエビに多いしてやったね。おお、でもちょっとちっちゃいかな。どうかな。トゲがだいぶ尖ってるから汁がありそうですね。言いましたけど、ここ木べたが海苔の木べたがあるとこなんですけど、おお、シャリゲタ母のおかず。この筋の川の水が流れ込むんで、今はここが道岸とかでそういうもう川から出てくるのが多いですけど、人工島ができてこの筋に川の水が流れ込むようになったんですよね。人工島ができるまではもっと丘の筋に道岸ができてるそうです。もう一丁。これもなんかありそうだけど。こんなところにヒラメ。やっぱり潮の返しがいいですね。潮の返しが悪い時もあるんですけどね、漁場によっては。昨日は貴重ではなかったですが、今日は貴重なヒラメ。意外に小さい方が超えてますね。昨日いたやつも大きかったですけど、いまいち声がいまいち太ってなかったですね。遅れてるんでしょう。おっと、すごいもんが夏のオンガネ。さっきも2ついたんですけどね、なんかもういい時期じゃないんですよね。もうトロトロに溶けちゃって足なんかももう切れてますね。でも供給がないんで値段が異常です。これはすごいもん来たな。やったー。これはだいぶするんじゃないですか。これを抱っこしに行っとったんですね。もう逃げる術がないですね、こんなちっちゃいと。あんなでかいの来ると。最後まで今からだな。もうあと1時間やりたかったですけど、最後は天秤座を大曲げして帰ることに。あんなとこなんもねかったね。でも今回
回はマーク打っときました。では帰ります。お疲れ様でした。今日も魚礁の中へ帰っておいでよ、俺の網に。予定よりかなり早く帰っておりますんで、当然ですけどゆじぽんママさんがいません。今日は動画2つです。前日3つでしたが、今日は2つ。1つ2つ2つ。お、来た。ヒラメは昨日は大きいのが5ついましたけど、今日は残念ながら大きいのは1つ。全部で2つです。ただ続きが2つ。ただ今日はカニが昨日より多い。昨日はこれの半分ぐらい。あとは手長赤ゲタガラエビですね。頼まれてたでかいエビ生きてるから、これだけおったら大変かな。ただモンゴが5、それと石がね、台湾も入ってます。それがあと1時間しようと思ったんですけど、あちらをご覧ください。天秤座をへし曲げまして、でも今日はおかずが多いので、はい、もうとにかく腹減ったんで、はい、申し訳ないですけど頑張って唐揚げとはい、エビを湯がいてください。はい。ドーガーンと言いたいですけど、実は芝エビです。もう棚にならないので全部おかずに取りました。ブジュって言ってますけど、これしゃぶしゃぶの半生ぐらいの方が美味しいんですよね。実は自分はこの芝エビが一番好きです。にしても秋に比べてめっちゃでかいですね。うまっ。子があるじゃないですか。子がある一家に一つは備前焼き、塩茹でにしております。お好きなだけ盛ってください。さすがに全部盛ると見えなくなるのでいい加減にしておきましょう。よいしょ。800円でどうでしょうか。その前に夏の爽快オンリー北海道、北海道だけ。北海道って名前ついたら何でもうまそうですよね。はい、どうぞ。で、ギリの唐揚げです。もちろんねぶとはビールを裏切りません。では麺いただきます。芝エビはね、あれなんですよ、全部のエビの中で一番あっさりしてるから好きなんですよね。だから一番人気がありません。やっぱり冬瓜柄が人気ですね。まあクルバエビがもちろん人気ですけど、まあめったにいませんので、あっさり派の自分には芝エビベストです。また子がうまい。このご視聴ありがとうございました。90本90本90本ハッピーハッピー90本